今後一生使うことのないキャンプで役立つ紐の結び方を見てサバイバル能力がアップしたと勘違いしている今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。言うまでもなく結び方は一瞬で忘れています。唐揚げです。本日のラインナップは一つ目、例を見たら見えていないふりをするに限る。家を横切る白いワンピースの女性の例、薄気味悪いです。二つ目、ワイスピ真っ青、女ドライバーの悲劇と家族の幸運。これね、見たことない人は絶対見てほしいです。凄まじいの一言です。初めて見た時は CG か映画のワンシーンかと思いました。三つ目、ミニスカすぎるインフルエンサー VS 絶対放送させない幽霊。美人インフルエンサーを襲う怪現象。かわいそうです。で、お送りいたします。お楽しみください。Let's dive in! ヘザーポールさんが投稿した動画です。旦那と子供と一緒に家の前でわちゃわちゃと喋っている時にそれは現れました。白い半透明な何かが家の前をカジュアルに横切っていきます。白いドレスを着ているように見えますね。ヘザーは一旦その白い何かを見ますが、見てないよと言わんばかりにすぐ顔を背けます。ただ気になったのかすぐにまた目をやります。ですがその時にはもう姿は消えていました。そんなカジュアルな感じなら初めから出てくんなやと言いたいですね。消えた様子はカメラに映っていました。どうしたのと子供が聞いてきますが、ヘザーは険しい顔を返すだけで何も言おうとはしません。よほど怖かったのでしょうか。どうでもいいですが、この写真で一言を思い出しました。霊に見えたことを悟られてはいけないってよく霊感ある人が言いますよね。見えていることを悟られるとついてくるみたいですね。元カノと街で会った時に明らかにこちらの存在に気づいていたのに気づかないふりをされました。私を霊だと思ったからなのでしょうか。それともなかったこととして記憶から消したいからなのでしょうか。誰か教えてください。これ見たことないほどの衝撃的な動画だったので紹介させてください。自己系動画に弱い人は飛ばしちゃってくださいね。ちなみにグロくはないです。場所はカリフォルニア州サクラメント北部のユバシティ。これはドラレコで撮影されたものです。撮影者は旦那と子供2人でドライブを楽しんでいました。家族での会話を楽しんでいる最中、それは突然ぶっ飛んできました。何ですか？隕石でしょうか？ロケットでしょうか？違います。車です。電線をぶち破り道路に激突し大破しています。さすがアメリカ。リアルワイスピです。車を止め911に電話しろと旦那さんが叫んでます。アメリカでの緊急電話番号は火事とか救急とか犯罪、どれでも911に統一されているからパニックっても安心です。いや安心じゃないか。安心じゃないから電話するんですもんね。私がもしも日本でこんなもん見たら天気予報に電話してしまいそうですもん。ちなみに177の天気予報ガイダンスは2025年3月31日にサービスが終了したそうです。なんか切ないですね。話は戻ります。しかしどんな運転してたらこんなことになるんでしょうか。大破した車、乗ってる人はどうなっちゃったんでしょうか。爆発する可能性もあるので車に近づいてはいけないのですが、ドライバーを見つけた旦那マイケル、果敢にも救助に向かいました。推しマイケルにならなきゃいいんですが。ぶっ飛んできた車に乗っていたのは26歳の女性だったようです。意識もあり軽傷で済んだんだって。強すぎだろ。このワイスピ女、急カーブでハンドル操作を誤ったとのこと。しかしどうやったらこんなに飛べるんでしょう。ジャンプ台があったとしか考えようがないですね。何キロぐらい出してたんでしょうね。I can fly じゃないんですよ。はじめ CG かと思ったんですよ。
でも調べてみるとあらゆるニュースのサイトに載っていたのでマジです。家族が無事で何よりですね。これタイミングが悪かったら事故に巻き込まれてますよ。本当に良かったです。日本でもこんな事件があったようです。2022年10月24日に和歌山県内で記録されたドライブレコーダーの映像だそうです。怖いですね。怪我人はなかった模様。みんな強いです。皆さんも車の運転には十分気をつけてくださいね。譲り合いじゃねえわ。譲り合い、許し合いの精神でいきましょう。余談ですが、ここで意味がわかると怖い話クイズを話したいと思います。まあ有名なので知っている方も多いとは思いますが、ある家族が妻の実家に遊びに行くために田舎までのバスに乗っていました。山のふもとあたりまで来た時、子供がお腹減ったとダダをこね始めたので、仕方なく途中のバス停で降りて定食屋で食事をすることにしました。食事が終わり、定食屋に設置されているテレビをふと見ると、さっきまで家族が乗っていたバスが落石事故で乗員全員死亡というニュースが流れてました。そのニュースを見た妻は、あのバス降りなければよかったとつぶやきました。それを聞いた夫は、何をバカなこと言ってるんだと怒鳴りましたが、すぐに、ああ、なるほど、確かに降りなければよかったと妻の意図に気づきました。ここまでです。これ分かりましたかね。答えは、家族が降りた時間のロスが落石事故につながったから、お母さんはそんなことを言ったのです。つまり家族が降りなければ、バスは落石の前にその現場を通過していたため事故に遭わなかった、そういうことです。まあマジレスするとそんなん言ったらキリないやんですが、まあ今回はみんな無事だったんで本当に良かったです。ちなみにバタフライエフェクトといういわゆるタイムリープ系の映画があるんですが、これ面白いです。もしもあの時ああだったからこうなったけど、こうだったらどうなったんやろという映画です。見たことない人はぜひ見てください。ラストがマジ切ないです。アレックスさんの投稿です。一人家でメイクアップについての動画を撮っています。視聴者どもからブランド聞かれて困るんよね。まあほら、私美しいからね、しゃあないから答えてやりますわって感じで動画が始まります。音を立て、白いドアが静かに開きます。化け物がゆっくりと口を開けていくみたいです。フリーズするアレックス。こういう怖い時って動揺よりも事実を咀嚼できないせいでショックが先に来るんですね。そして振り向いた瞬間、ドアが音を立てて乱暴に閉まります。慌てて彼女がクローゼットのドアをチェックしに行くと電気が消えました。思わず悲鳴を上げちゃうアレックス。そんなことよりミニスカすぎんだろう。話が全く入ってこん。全くけしからんですね。背後のドアをさりげなく画角に入れてるあたり、ハロウィンのいたずらかもしれませんが、どうなんでしょうか。後日撮った動画も一応載せておきますね。気を取り直してまた動画を撮っています。しかし始めると同時に背後にあった絵が落ちました。落ち方がえぐいですね。一旦浮くようにして落ちています。アレックスさん、動画を見ている人に何が落ちたのか分かるように口を押さえながらちゃんと見に行きます。優しいですね。牛、潤んだ目でこちらを見つめる牛の絵が落ちたようです。今日は焼肉だとでも言ったのでしょうか。しかしかわいそうですね。動画を撮らせてもらえない。インフルエンサーに何か恨みでもあるんでしょうか。もしくは成仏できない人リツイートしてという幽霊のメッセージが込められているのか。スキンケアルーティンとかメイクルーティンとかどうでもええねんと言いたい例だったら、ポルターガイスト能力を使ってめちゃくちゃなメイクをするぐらいはしてほしかったです。もしくはミニスカを。